こんにちは、ギーキンボックスの坂です。この動画は10月18日発売のベースマガジンとの連動企画でございます。どんな連動企画なのかと言いますと、ベースギークカレッジのインタビューがベースマガジンに載っております。すごいということで、今回の動画はベースギークカレッジのプロモーションの動画です。イエイ。要はベースギークカレッジの中でやっている有料の動画をこの YouTube 上で無料で公開してしまいましょうということです。どんな動画になるかと言いますと、ジャズを弾けるようになろうと。はい。そういう話です。関谷さんの著書である3年後確実にジャズベースが弾ける練習法という本をね、題材にしてジャズを弾けるようになりましょうと。パート1ではジャズみたいなアプローチをできるようになりましょうと。そしてパート2、今回の動画を見ると、もっと深くアプローチができるようになる。ウォーキングベースをもうちょっと複雑なものが弾けるようになったり、スイングについてもっと理解を深めたりすることができると。ということで、本編どうぞよろしくお願いします、関谷さん。はい。パート2ということで、ジャズの名曲、枯葉にチャレンジしてみようと思います。枯葉知らない人もたくさんいると思いますので、一度枯葉を演奏してみます。聴いてみてください。というわけで枯葉聴いていただきました。ありがとうございます。やっぱ定番のコード進行がいっぱい入ってるように聞こえますよね。そうだね。でもパート1でもある程度やりましたから、ちょっとずつ理解してきました。なので前回は、ダブルトゥーフィールにクロマティックアプローチというシンプルなベースラインを作っていったんだけど、今回はそこにコードの3度の音を加えてかっこいいベースラインを作っていこうと思います。なるほど。パート1ではルートと5度だけほとんど弾いてたわけなんですけれども、ここに3も加えると。そうだね。はい。やっぱベーシストが弾きたい音ランキング1位、2位、3位ですよね。そうだね。ルート3度、5度。この枯葉は、メジャーの2-5とマイナーの2-5の2種類で構成されている曲なので、まずはメジャーの2-5の3度の音を使って、それぞれのコードに、ベースラインをつけてみましょう。じゃあまず1個目のコードが C マイナーなので、例えば C からスタートして、で、次マイナーサード。で、5度に行って、クロマティックで、次のコード F に行きます。これが、なんかジャズっぽくない？だいぶジャズですよ。もはや。でも、すごいシンプルなわけですよね。難しいスケールとか、そういったアプローチじゃなくて、よりシンプルな話ですもんね、ここまでは。そうだね。全然。今日はもう本当ジャズを弾いたことがない人向けに、もうシンプルなベースラインを教えていくので、もっと知りたい人は僕の本をぜひ読んでみてください。本当です。はい、なので、これが C マイナー7に対するベースライン。で、次は F7 に対するベースラインは、F7 のルート。で、メジャー3度。で、5度。で、次 B フラットに行くためのクロマティックアプローチ。で、B フラットに行きます。OK。ちょっとここまでやってみようか。ちょっとやってみようかな。はい。ルートだけ追っていくと、C マイナー7、F7。この流れですけど、今回は上の方に登ってっていいんですよね。そう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 。C、F、B フラットと。OK! いいね、いいね。これがメジャーの2-5です。はい。で、
で、次は、マイナーの2-5やりたくって、マイナーの2-5は G マイナーに行くための2-5。これは A のハーフディミニッシュからスタートして、で、D7 に行って、G マイナーに行くんだけど、まず A のハーフディミニッシュ、A の上の A の音から行こうかな。1弦2フレットの A からスタートして、ルート、マイナーサード、C ですね。で、ここでフラットフィフスがあります。ここ気をつけてほしいのは、このハーフディミニッシュなので、5度が半音下がります。で、次 D7 に行きたいんだけど、D7 はもうすでにこの E フラットからもう半音しかなくって、で、クロマティックアプローチ入れたい場合はね、この D の半音下から入れます。そう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 。そんなことすっげえジャジーじゃない？はい。なんか、ちょっとなんか通り過ぎる感ありますそよね。うそうそう。通り過ぎて戻ってくるみたいな。それはもうありなんですね。全然ありです。クロマティックアプローチは目標とする場所から半音上からでもいいし、半音下からでもいいので、今日はこの4拍目にクロマティックアプローチを入れて、そのベースラインを構築していってます。ちなみにですけど、これって、だとまずいんですか？この E フラット2個続けると、あんまり良くないんですか？いや、でもまあそう弾きたかったら全然コードトーンだから全然大丈夫なんだけど、あんまりクロマティックアプローチには聞こえないので、音程自体が進んでいくことも一つ要件としてあるというか。そうだね。今、坂君が弾いてくれたのはもうただのトライアドになっちゃうので。そういうことか。コードトーン以外の音が混じってくると、まあやっぱりちょっとジャズ味が増してくるみたいな感じですね。そう。前回の動画でやったよね。理解しました。これがジャズ味か。OK、いいね。ジャズ味出していこう、今日も。わかりました。OK。じゃあ次 D7 行きたいので、D7 はルートからメジャーサード。ここにメジャーサードがあるので、F シャープですね。で、5度。で、次 G に行きたいので、G に行くためのクロマティックアプローチを入れて G に行きます。G、下の、そう。こういうことですよね。そうです。これなんか、上に行くパターンって結構弾き慣れてる感じあるじゃないですか。そうなんだよ。みたいな。でもこれ、そうなんだよ。イメージないですもんね、こっちはね、あんまり。難しいでしょ。ちょっと難しく感じます。なんか。そう。なので、この、例えば D から見て、このメジャーサウンドがこことここにあるっていうのが、これ2種類見えるようになると、ベースラインのバリエーション、もうどっちも3度なので、なのでもう今日は3度だけを足していく。上に行くパターンと下に下がるパターン。これ、ちょっと前もお話ししたかもしれないですけど、パート1で。これ一生上がっていくと、ベースのポジションから外れちゃうんですよね。そうだね。ピーピー、ずっとこっちの方に。だからここら辺にいなきゃいけないから、その加工するパターンも、感じておかないといけないっていうお話でした。そうなんだよ。このコードトーンのこの上昇加工はね、もう本当マストの練習なので、もう3度を加えるだけでももうめちゃくちゃ練習が必要だし、でもまあ、この3度のコントロールが、ルートから上の3度と下の3度が見えるようになれば、いろんなベースラインのバリエーションを作れるようになってくるので、これはもうおすすめです。OK。で、これがメジャーの、2-5とマイナーの2-5、2種類でした。一番気をつけなきゃいけないのは、やっぱりその最初のマイナーコードですよね。2-5の。そうだね。ここの5度が1個フラットしてるっていうところを、ちゃんとこう、間違えないように弾かないとなかなかうまくいかないと。そうです。で、まあ、それともう一つ加えるとしたら、このマイナーコードの時はマイナーサード。でセブンスだったり、メジャーセブンスだったりするときはメジャーサード。この3度の引き分け。3度って2種類あったじゃん。なので、この引き分けをコードシンボルを見て判断できるかどうかっていうのも、まあ、練習の一つになります。なるほど。まあ、こういうそのメジャーとマイナーをちゃんとこう引き分けるというか、慣れると、このコードのこの性格というか、キャラクターがどんどん見えてきて、鮮やかさが出てくるわけですよね。お、分かってきてるね。
素晴らしい。上がってきちゃった。これでもジャズに限らない大事なことですよね、おそらく。そう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 。はいじゃあちょっと続けてやってみましょうか。はい。今から8小節続けて演奏してみようと思いますので、一度聴いてみてください。はい。という感じの。これはもう本当パート1からもう発展版だよね。この3度の音を加えただけで、そのベースラインですごいコード感を出せるようになってきました。うん、そうですよね。パート1では、そのルートと5度だけのダブル2フィールでしたけど、今回の場合はそこに3度とクロマチックアプローチを加えて、同じ音が2回なかなか続かない、大変な。でも発展編ですから、これでも自在にできるとすごくいいですよね。そうだね。しかもこれ実は形ほぼ4度進行だったら2パターンしかないじゃないですか。そう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 。だからこのそれぞれのコードにそのベースラインを当て込めば、もうほんといろんなコード、例えばもう今後別の曲で Dm7 が出てきたら、うん。みたいなフレーズも使い回しができるので、でもこの時にやっぱ気をつけてほしいのは度数、そのルートに対して何度の音を今自分が弾いてるのかっていうのを考えてほしいということです。タブ譜で丸暗記しちゃダメだよ。はい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 。だから、135、クロマチック、135クロマチックをちゃんとこう、登ったり下ったりいろいろやりなさいと。そうです。あとこれ何気に開放弦出てくると難しいんですよね。そうやね。ちょっと形がね、変わるからね。これもうこっちの方行ったらないですからね、もう。そうだね、そうだね。だから F とか難しいね。F とか。ああ、でもいろんなパターン練習しましょうと。そうだね。はい開放弦も混ぜた場合も、まあそのルートがいろんな場所にあるので、この指板をちょっとずつ拡張できるようになってくるといいですね。じゃあ次はですね、ベースラインをいかにかっこよく演奏していくかっていうコツを教えていきたいと思います。その1度とか3度とかそういう話ではまた違う。もうね、ジャズはね、はっきり言います。リズムです。ああ、リズムなんですね。散々ここまで3度とか5度とか、なんかハーフディミニッシュがとか言ってきたのに。ジャズはね、もうほんと一番リズムが大事。今日はこのスイングっていうグルーヴの種類の中でウォーキングベースを演奏しているんだけど、このウォーキングベースのちょっとコツをね、教えていこうと思います。ありがとうございます。じゃあまずね、スイングとはっていう話なんだけど、ジャズで使われるグルーヴの種類がスイングなんだけど、要するに跳ねてるリズムのことなんだよね。3連符を中心にしたリズムなんだけど、これ注意してほしいのは、別の時代にシャッフルっていうリズムがあったりするんだよね。でも僕は、スイングとシャッフルは少し違う音楽だと思ってて、スイングを均等に3連符で割っちゃっても、スイングっぽくなんないんだよ。そう難しいですね。そう。なので、ダッツ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 。この感じだと、スイングのベースラインに聞こえなくって、シャッフルのベースラインに聞こえちゃうんだよね。ああ、なるほど。今のは、ジャズのフィーリングじゃなくて、シャッフルのリズムになってるわけですね。そう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 。うん。で、スイングって、これ何が違うかというと、2拍目、4拍目にアクセントがあるかっていうところなんだよね。なるほど。これだから明確に引き分けられるってことですよね。そうです。面白い。ただ、ここでまたさらに注意してほしいのは、スイングって音楽って、こう歴史があって、時代によって、奏者によって、人によって全然スイングの感じが違ったりするんだよね。なので、スイングの正解は一つじゃないっていうことも覚えておいてもらえると嬉しいです。なるほど。じゃあこれから2拍目、4拍目にアクセントをつける練習をちょっと一緒にやっていこうか。はい。で、簡単にこうルートだけ演奏しましょうかね。はい。ちょっと先やってみるね。1、2、3、4。
これできそう。ちょっと音量大きめに弾いてみましたよね、なんか先生は。そう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 。真似してみようかな。やってみよう。もっと極端にできるってことですか？そうだね。もっと極端に言ってもいいと思う。そうですよね、そうですよね。ちょっとなんか難しいな。逆になんか弱く弾く方がそれっぽくなるかもしれない。もう一回弾いてみようかな。うんうん。これでも練習しないと難しいっす。いい感じ、いい感じ。それだったらできそうって一瞬思ったのが思い上がりでしたね。でもいい感じだよ。で、このアクセントの感じをウォーキングベースに入れていきます。うん。ちょっとやってみますね。これで今、2拍目、4拍目を自分はしっかり感じながら、四分音符を弾いている状態になります。はいはいはい。これって、四分音符の頭は揃ってるわけですよね。そだからなんか1は適当でいいわけじゃないですよね。う。適当でいいわけじゃない。2と4あってたら、あとまあいいんじゃないみたいな。じゃないんですよね。ダメです。ダメです。なのでまあ、今フリーテンポでやっちゃったけど、フリックと一緒に演奏してみるといいと思います。はい。単純に、一旦音量を大きく変えてみるっていうのも手法の一つとして有用だっていうことですね。そうだね。はい。これでも本当にルートだけでやってもすごく難しかったから皆さんちょっとやってみてほしいです。すごい難しいです。でしょ。はい。で、結構ありがちなのは、音量を上げることで、リズムが後ろに行っちゃうの。あなので結構均等な四分音符を弾くのは結構難しくって。はいはい。やっぱね、ベーシストなので、リズム体なのでね、はい。しっかりストイックな四分を演奏した上で音量を変えていくっていうのが大事ですね。わかりました。OK。で、次にもう一個だけあって、アップビートっていうその裏拍、よく俺ゴーストノート入れたりしてるじゃん。してますよね。ドゥン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 バドゥンドゥンズバドゥンダウンドゥンドゥンみたいな感じで。はで、実はジャズのフレーズっていうのは全てアップビートから始まってるの。なので、1、2、3、4、バドゥン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 バドゥン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 ダドゥンドゥンドゥンみたいな感じで、一拍に目に向けてフレーズが全て動いてるんだよね。これ結構ね、知ってるとすっごいかっこよくなるので、ちょっとやってみますね。はい。で、クリックだけちょっと使って、同じウォーキングラインをやってみます。でもこれ伝わんないね、あんまり。いやいや、でもすごいわかりますよ。一拍目からなんか譜面って書かれてるけど、その一個前にあるわけですよね。そう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 。伝わった？すごいわかりましたよ。はい。おー、よかったよかった。フレーズの始まりが一拍目っていうよりは、その一個前っていう感じで弾いてますよね。裏拍の8分音符から全てスタートしてて、でもちろん弾いてもいいし弾かなくてもいいんだけど、そこからスタートするイメージを持てると、ジャズがちゃんと本物のジャズに変わってきます。すごいいい視点ですよね、これは。そうだよね。なので、これを知らなければ、1、2、3、4、これだと、やっぱこう、土壌すくいみたいな。日本のお祭りみたいな感じになっちゃうから、これを、トゥターン、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、
ドゥン、ツカン、ドゥン、ダンみたいな感じで演奏できるようになると、かっこいいリズムになってくるんだよね。たまになんか適当に食っちゃってもいいんですか？適当に食っちゃってもいい。アンティスペーションって言って、はい。8分音符で先に1、2、3、4、ダーン、3、4、ダーンみたいな感じになっちゃっても、はい。もうよりそこのリズムが強調されるんで。それってドラマと一緒のタイミングで、食ってなくてもいいんですか？食ってなくてもいいです。いいんですね。なんか、こういうのって譜面には書かれてるじゃないですか。ここは食ってくださいみたいな。あれの時って、ちゃんとここ食うよねみたいな。そうだね。ありますけど、この場合においては、別に一緒に食わなくてもいいわけですね。そうです。なぜならアドリブでみんなそれぞれが同じスイングのフィール、同じテンポ感を共有しながら演奏してるから、逆に決めてないよね。決めてないから合うはずないんだよ。それぞれが気持ちいいところで、それぞれのライン、ドラムのライドシンバルだったり、ベースのウォーキングベースだったりっていうのを、それぞれ気持ちいい状態でアンサンブルしていくから、そこが気持ちいいポケットだったら、合わなくても気持ちいいっていう。はいはいはい。確かにでもお互いに音を聞いてるから、おお、そっち行ったかみたいな。おお、じゃあ次のタイミングで俺行くぜみたいな感じでなっていくと、よりかっこよくなっていきます。もうなんかジャズらしい話ですね。で、そうだよね。はい。ブルージャイアントで見ました。で、そのかっこいいスイングを演奏するにはもう一個だけコツがあって、4拍目の音から今アップビート、最後のアップビートから1拍目につながるって言ったじゃん。はい。ということは、4拍目の音は切れない方がかっこいいんだよ。なので、ドゥンドゥンドゥンドゥ、ドゥンドゥンドゥンドゥ。これだと全然スイングしなくって、でもこれ結構みんなベーシストありがちで、なぜならコードチェンジするときって結構音が切れがちなの。はい。でもここで頑張って、ちゃんとこう繋いであげるとスイングするんだけど、例えばちょっと悪い例弾くと、結構多くてこういう人。はい。一拍目は絶対に弾けって、なんか僕昔から言われてて、追いつけなくて一拍目でごまかすみたいな癖があって、なるほど。一拍目弾かないでなんか溜めた風にしとくみたいな。でも、それは良くないから、絶対弾かなきゃいけないんです。一拍目弾かなきゃ、一拍目弾かなきゃ、一拍目弾かなきゃいけないってやってたら4拍目弾かなくていいに。4拍目の最後までちゃんと弾いて、一拍目はちゃんと弾くこと。もちろん2と3はじゃあ適当にいいのかって話になってきちゃいますけど。そんなこともないわけですけどね。まあ全部大事だね。はい。でも途切れがちな、ミスしがちなとこだからちゃんと気をつけましょうってことですよね。そう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 。しかも4拍目の頭と1拍目の頭ちゃんと弾いてるわけですから、こう、ミスってあんまり感じないかもしれないですよね、それを。確かに確かに。そうだね。そう、なので、そこの流れをちゃんとスムーズに1拍目にこうトランジションできると、ちゃんとこうグルーヴが前に進んでいって、もうウォーキングベース、まさに歩いてるようなベースになっていくので、絶対これはマストで覚えておいてください。はいはい。これってなんかコツってあるんですか？次のコードを弾きながらこう探したりするじゃないですか、なんかこう。そうだね。でも、それをちゃんとコード進行が分かって、そこに向かってたら勝手にたどり着くから、みたいな感じなんですか？それとも、なんか頑張ってこう、何回もコード譜見ながらベース弾いてたらできるようになるもんなんですか？根性論じゃん、それ。これどうなんですか、これは。いや、これはね、もう本当、逆算することが大事で、今、4拍目にクロマティックアプローチ使うようなベースラインを作ってるじゃん。はい。なので、クロマティックアプローチって次のルートの音に行くための音なので、次のルートがイメージできてないと、そのクロマティックアプローチは絶対演奏できないじゃん。ということは、4拍目から1拍目っていうのは、例えば F に行くためのクロマティックアプローチ。この2音はもう F がもうイメージできてるはずなので、ちゃんとそこができてたら音は繋がるはずなんだよね。逆に言うと、そこがイメージできてないから、音が途切れたりする場合が多くて、逆算です。なるほど。だからこのコードをちゃんと頭に入れてというか理解して、そこに向かって弾いていくことができたら、おのずと切れなくなるってことですね。まあ、とにかくそこはとても大事だと。そしてミスしがちだということですね。ですね。はい。
ということで、251についてもっと深い理解が得られましたね、今回の動画では。ルートと5度に加えて3度とクロマチックアプローチ、ここら辺を使っていくことで、より彩りのあるベースラインになっていく。そしてメジャーとマイナーそれぞれちゃんと引き分けましょうっていう。はい。そしてスイングの話ですよね。4拍目ちゃんと伸ばすのも大事だし、2拍目と4拍目ちゃんと弾く。はい。そこにアクセントを置くことがとても大事だと。なるほどって感じでした。これらを使ってしっかり練習してみたいんですけど、はい。なんか先生の模範演奏とそしてマイナスワントラックとかもしかして用意してもらえたりするんですか？もちろんです。っていうことなので、先生の演奏をコピーするもよし、自分のオリジナルのライン作ってみるもよしなんですけれども、何回もここら辺繰り返して自分で練習してみましょう。ということで、オータムリーブスを題材にして、ここまで勉強させてもらいました。関谷先生、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。これらを理解して弾いたら、ジャズセッションとかに行って、オータムリーブス弾いてみたいですって言っても、大丈夫そうな感じに思いますか？思います。はい。セッションに行って、ベースソロって言われたらどうしたらいいんですか？僕たちは。本買ってください。本買ったら書いてます。3年後には弾けるようになってます。3年後には弾ける。なんかブレーメンの高木さんの動画が昨日回ってきて、ソロ、僕はいいですって言ったらいいよって言ってました、彼は。それは最高だね。それは一番いいエクスキューズだ。いらないですって言って。そしたら、このグルーブとかコード進行のことだけ考えられるじゃないですか。ベースソロいらないですって言ったらいいらしい。だからめちゃくちゃいい。そうやって。ナイスアイデアですね。でもそれできたらね、もうセッション行ってみたい人も行けるようになるわけですからね。はい。すごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、ベースギークカレッジというオンラインのね、コミュニティを僕、関谷さんと一緒にやらせてもらっておりまして、それどんなものなのかということを話したいんですけれども、まずね、ギークインボックスのマニアックな動画をさらにマニアックにしたような動画がいっぱい見られますと。僕って機材好きですけど、理論とか演奏については全くわかんないですし、プロミュージシャンたちがどんなことを考えてやってるのかも全然わかんないですよ。そこら辺について関谷さんにめちゃくちゃ聞きまくってるんですよね。僕が知りたいことをリストアップしてったらもう100個以上あって、それをね、上から順に動画にしてるような感じです。その中身、例えば何かっていうと、関谷さんが今持ってるベース、いっぱいありますよね。ですね。
なんか本当に総額数百万か1000万届きそうな内容でしたけど、それらのベース全部同じアンサンブルで弾いてくださいみたいな。コントラバスも含めてね、どんな音が違いが出るのか。これすごく興味深くて、あとその実際歌謡曲現場に語源指定だったからケン・スミス持ってったけど、ヴィンテージのプレベも持ってったらヴィンテージプレベ採用されちゃったみたいな。これすごい面白かったです、すごく。そうだね。音域の話っていうよりは音色でこう、勝ち取れるものがあるというか、はい。まあそんな話もしますし、もし例えば佐賀くんとか関谷さんが18歳だったら、どんなキャリアで仕事を進めていくと思いますかみたいな。つまりそのプロミュージシャンになりたい人、ギターディーラーの仕事にしたい人とかがどんな風に今から動いていったらその仕事が得られるのかみたいなことに参考になることがあったりですね。そういった面白い動画たくさんありますので、よろしければね、チェックしてみてください。ベースキックカレッジその他にも GIB でのメンバー限定の割引だったり、先行販売だったり、買取金額のアップだったり、もしくは同じ熱量のメンバー同士で実名ではい、やり取りができるコミュニティがあったり、あとは先生へのクローズドな質問箱もあります。これ結構面白くて、結構凝った質問多いですよね。めちゃくちゃみんなマニアックだね。なので僕たちもかなりマニアックに答えてます。Twitter とかで聞かれてパッて答えるのとは全く違う、かなり文字数多めで答えているので、そこら辺もね、チェックしてみてもらえればなという感じですね。そして会員証もゲットできます。会員証ね、あれすごい金かかったんですよね。そうだね。マジで、20万近くかかってる。俺のこだわりがちょっと爆発してしまいましたね。だからアメックスのブラックカードみたいなやつが届くのでね、皆さんそれゲットしてみてもらえればなというふうに思います。そしてね、僕これちょっとやりたかったのが、BGC の会員入ったら、むしろお得になるみたいな。経済的にはプラスにできるみたいなこともやりたくて、例えばダダリを毎日いっぱい買ってる人がいるとしたら、一瞬だけベースギークカレッジ入って、ダダリを100個買って割引ゲットしたら、それも経済的にはプラスみたいな、そういう制度をハックできる隙間をね、僕は作りたかったんですよ。楽しいからです。なので、無料期間もありますからね。そうしたところちょっと試してやってみてもらえればなと思います。ただただベース買いたい人も一瞬ベースギークカレッジ入ってみて、そこからベース買うと、単純に割引得られるので、すごくいいんじゃないかなと思います。これにはね、限度額とかつけてないんですよ。マックス500円引きとかあるじゃないですか。確かに。30% 割引だけど、マックス500円ですみたいな、メルカリとかでね。うわ、みたいな、全然意味ねえじゃんみたいな、思ったりしますけど、うちはそういうことやってないので、よかったら試してみてくださいと。で、次に動画見放題なので、バシバシ見ていってもらえたらなっていう感じです。関谷先生、ベースギークカレッジ、どうですか？なんか思った通りに面白い感じになってますか？なってるおかげさまで。これもう本当一人じゃ絶対できなかったから、本当一緒にね、ギークインボックス佐賀くんがやってくれて、もう本当感謝しています。なんかやっぱ楽器屋さんとプロミュージシャンが一緒にこういうサービスやるってあんまりないので。ないよね。面白いですよね。しかも、プロミュージシャンって言ってもね、めちゃくちゃバリバリのプロミュージシャンなので。今年は11月11日、ベースの日にコットンクラブで演奏しますからね。急な宣伝。びっくりしちゃった。はい。誰が出演するんですか？僕がやってる TYH ベーストリオを中心に、ダッドウィンプスより武田さん。おーでしょ？大スターじゃないですか。ねえ。で、アンドロップより前田さんをゲストに大先輩じゃないですか。濃いメンツでやりますよ、今年も。すごいな。はい。ちょっとみんなで遊びに行きましょう。僕もちょっとスケジュール空いてたら飲みに行こうかなと。ね、来て。飲みに行こうかなっていう時点であれですけど。はい。思ってます。みんなで東京でミーティングしましょう。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。関谷先生のソーシャルメディア一覧とか概要欄に載せてますし、ベースギークカレッジのね、概要がパッてわかるページのリンクも貼っておきますのでね、よろしければチェックしてみてください。そして何度も繰り返し言いますが、この動画はベースマガジンとの連動企画でございます。このようなね、企画やっていただけて本当にね、ベースマガジン、リットミュージックには感謝しております。なので、ベースマガジン買ってください、皆さん。はい。Kindle のアンリミテッドだけじゃなくて雑誌も買ってください。GIB なんですけれども、GIB 横浜、GIB 兵庫の他に GIB ソウルもあります。そして系列でね、トニークっていうお店もありまして、ギターの方ですね。これは YouTube チャンネルもあるので、そちらもね、チェックしてみてください。すごく面白いと思います。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。関谷さんありがとうございます。ありがとうございました。はい。